ロキがテッライと激闘し実を食す。シャンクスとギャバンはハラルドに苦戦。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1170話の速報が公開されました。タイトルは対立です。この話のストーリーは前回の続きでロキとテツライが交戦しています。ハラルドはテツライがずっと守り続けてきたため、その伝説の悪魔の実を食べた者はこれまで一人もいなかったと言及しました。注目すべき点はテツライが一体どれほど長く生きているのかということです。そしてこの伝説の実の特殊な地位もこれにより改めて浮き彫りとなりました。一方、ギャバンとシャンクスは手を組みハラルドに対抗しています。ギャバンは不死身の体を攻略する方法を説明しました。基本原理は覇王色の覇気をまとって攻撃を行うことです。これにより痛手を与えられるだけでなく、相手の回復を遅らせることも可能です。相手が戦闘不能になるまで攻撃を継続的に繰り返す必要があります。ギャバンがこの方法を知っていたのは、神の騎士団がかつて何度もシャンクスを誘拐しようと企てた際、ロジャー海賊団がその都度撃退していたからです。これは後にソマーズ星がギャバンを見た際にあれほど恐れていた理由の説明になるかもしれません。おそらく過去に何度も敗北を喫していたのでしょう。ギャバンはさらに彼らが遭遇した神の騎士団の中で覇王色の覇気を持つ者はいなかったとも述べました。どうやら神の騎士団内部であっても覇王色の素質は非常に稀なようです。これこそがガーリング星がシャンクスをあれほど重要視していた理由かもしれません。彼の素質は確かに極めて傑出しているのです。しかし、たとえギャバンとシャンクスが協力してハラルドに挑んでも、相手がより強力な覇王色の覇気を持っているため、勝利するのは困難です。戦闘中、ハラルドは城内の巨人を全員虐殺しており、その手段は極めて残酷なものでした。ロキとテツライの戦いは続いていますが、双方はすでに満身創痍です。リーカーによると、テツライは自律的に行動する能力を持っており、その特性はナルトに登場する3代目ホカゲの口寄せ動物サルマに似ているとのことです。戦闘中、ロキが持っていた戦槌は折れてしまいました。一方、テツライは可愛らしいリスの姿に変身しました。最終的にリスはロキを受け入れ、彼のために悪魔の実の宝箱を開けました。ロキが実を食べると両手は鋭い爪に変化しましたが、画面ではその輪郭しか確認できません。シャンクスとギャバンが敗北した後、ロキは獣の姿で部屋に乱入しましたが、その具体的な姿は直接描かれていません。壁に映る影を通してのみハラルドとの交戦が伺えます。ロキはハラルドに深手を負わせ、相手の覇王色の覇気を打ち破りました。最後はロキと人型のテツライが協力し、覇王色の覇気と雷霆をまとった一撃を放ち、ハラルドを完全に撃破しました。最終的に海賊王になる人物はますますバギーである可能性が高まっている。小田栄一郎は再びギャバンの口を借りて、結末が面白みに満ちたものになるというシグナルを発している。なぜ再びなのか。それは決勝戦の顔ぶれが発表されたあの話の中で、ベガパンクが非常に意味深な言葉を残していたからだ。それをジョイボーイが望む物語にするとは限らない。この言葉はかなり直球だ。現状を見る限り、この時代のジョイボーイは間違いなくルフィだ。そしてこのサスペンスを倍増させるセリフは、結末に意外な展開が起こる可能性を強く示唆しているようだ。第1169話にて、シャンクスがロジャー船長に息子がいることを知った際、彼はこう言った。ロジャー船長の血を引いて、じゃあ次世代の海賊王はそいつかな。しかし、ギャバンはこう返した。世襲じゃねえんだぞ。さらに重要なのはその後の言葉だ。期待されたものは意外と天下を取らねえもんだ。その方が世界は面白いって話よ。当時、2人はエースについて話していたが、今となってはこの期待されたものは意外と天下を取らねえもんだ。という言葉には明らかに裏の意味が含まれているように思える。ギャバンはロジャーと共に最後の島に到達し、世界のすべての秘密を知る人物である。彼の断言は決して適当なものではない。ギャバンが前の言葉を断言したことでシャンクスが疑問を抱いたため、彼はその方が世界は面白いって話よと曖昧にごまかしたのだ。まるで喋りすぎて天気を漏らしてしまったことに気づいたかのように。ベガパンクは宿命を疑問視し、ギャバンは決闘を否定する一方で、バギーの身にまとう王者の風格は日に日に濃厚になっている。
かつてバギーは鉄頭鉄尾の便乗野郎だと言えたかもしれないが、実は彼の夢こそが最も励みになるものだ。幼少期、バギーはシャンクスがロジャー船長に高く評価されているのを見て劣等感を抱き、一度は自分の夢をシャンクスに託した。2人の間に誤解が生じた後、バギーは毅然としてシャンクスと決別し、独自に冒険の旅に出た。そしてワノ国編が終わった後、ついに長年押し殺してきた夢を叫んだのだ。現在のヨンスベロギの中で、バギーはルフィのようにニカの実を食べた天選の民ではなく、黒ひげのようにデイビー・ジョーンズの復讐の意志を背負っているわけでもなく、シャンクスのように運命の子として期待されているわけでもない。宿命と決闘を論じるなら、バギーは間違いなく最も見込みのない存在だ。バギーの甥いたちが最終的に驚くべきものかどうかはさておき、少なくとも今日この地位に上り詰めるまで、彼は海賊王の船員という過去の遺産に頼ることも、顕著な家柄に頼ることもなく、ただ自身の覇王色の運だけでやってきた。彼はジョイボーイに選ばれたものでもなければ、衆謀を担うものでもない。三流の小海賊から因縁めいたマリンフォード頂上戦争の生中継を経て七踏みに任命され、さらに誤解と偶然が重なりクロコダイルとミホークを機下に収めてヨンスベロギに名を連ねるまで、バギーの成り上がりは偶然に満ちている。彼が七踏みになった時に放った豪語を覚えているだろうか。俺やたちまちヨンスベロギ。いやさ、勢い余って海賊王。その予言めいた宣言はまさかの形で現実のものとなった。もちろん、バギーはどのような形で海賊王になるのだろうか。真正面から実力で本物の海賊王になるというのはあまりに現実離れしている。ルフィこそが実質的な意味での王者、対応で最も自由なやつになるだろう。一方、バギーはクロスギルドで実力者のクロコダイルやミホークが逆に部下扱いされているような、ある種の雨竜騒動によって虚名を得る可能性が高い。何しろモルガンズは世間の注目を集めるビッグニュースを絶対に見逃さないため、最終的に新聞に載る情報はより荒唐無稽で奇想天外なものになる可能性が高いのだ。しかしルフィもかつて言っていた。自分はヒーローにはなりたくないと。なぜならヒーローは肉を人に分け与えなければならないが、海賊として自分は肉を独り占めして縁をしたいからだ。もしかすると最後の全世界を巻き込んだ大宴会の中では、世間に流布された虚名など人々の笑い声にかき消されてしまうのかもしれない。その時になれば誰がそんなことを気にするだろうか。このような十分に意外でありながら理にかなった結末は、ロジャーが最後の島をラフテルと名付けたことと重なる。全ては最終的に一つの面白い笑い話になるのだ。ガープの正義をどう評価するか。登場から20年以上が経つ海軍の英雄ガープ。彼の俺には崖の下で守るべき門がいっぱいあんだ。というあの言葉は、今になって蜂の巣で身を挺してコビーを救ったことや、マリンフォード頂上戦争の処刑台の前で涙を流した場面を振り返ると、全く違った理解が生まれてくる。今日になってようやく、我々はこの老兵が貫く正義を本当に理解できたと言えるだろう。ゴッドバレー事件はガープの名を轟かせたおののいであり、彼がこの生涯で最も触れられたくない過去でもある。海賊を追うために熱い血をたぎらせて向かったガープが目にしたのは、鮮血に染まった罪深き大地だった。その瞬間、彼の中の正義は揺らぎ、崩れ始めた。海軍は方向を市民に向け、一方で海賊が任を救うために身を投げ出していたのだ。この島では黒と白が完全に逆転していた。まるで天龍人が主導する不条理なゲームのように。ガープもまた眼前の光景に震撼し、悪夢の中にいるのではないかと疑うほどだった。しかし、イムの無差別な殺戮が海兵たちの血で染まった時、彼の鉄拳に迷いはなくなった。ガープは毅然として海賊側の戦いに加わり、共にイムに対抗した。その後、ロジャーと手を組み、黒天支配に操られ暴走するロックスを阻止したのである。海兵でありながら上層部と敵対し、ロジャーでさえガープはもう海軍にいられないだろうと考え、直接戦に乗らないかと誘ったほどだ。だが、ガープの答えはシンプルかつ確固たるものだった。俺が辞めたら海兵たちを誰が守る。そう、海軍の最底辺でありふれた平穏を黙々と守っている兵士たちこそが、ガープがこの巨大な組織の中で最も大切にしている仲間だったのだ。事件後、本部に戻ったガープは戦国と激しく口論になった。ガープは戦国の言う道理がわからないわけではない。だが、その理性が冷淡さと生命への軽視の上に成り立つものであれば、彼の正義は断じてそれを受け入れない。戦国は叱責した。
崖の下から吠えるだけで何を変えられるんだ。海軍の2大最高戦力が病院で取っ組み合いになるほどだった。戦国は言った。やめたりしねえよな、ガープ。ガープは答えた。バーカ。俺には崖の下で守るべきもんがいっぱいあんだ。崖の下で一体何ができるのか。ガープはその後の数十年の海軍生活でその答えを示した。天龍人の直属の道具になることを避けるため、昇進を幾度も拒否した。市民を救うために命令に背いた息子のドラゴンを自ら逃がし、自分に代わって別の自由な人生を歩ませた。そして彼自身は海軍に残り、職務と信念の間で耐え抜くことを選んだのだ。ガープの影響下で海軍には正義に対して新たな認識を持つ新世代が現れた。しかし、ガープの選択は重い代償を伴った。マリンフォード頂上戦争では職務ゆえに手を出せず、かといって肉親の情も断ち切れず、二重の苦悩の中で涙を流した。孫であるルフィと対峙した時でさえ、その重い正義が一瞬揺らぎ、ルフィを生かせてしまったのだ。結局、エースが杯の手にかかって死んだ時、ガープはもはや内なる怒りを抑えきれなかった。家族への負い目と悲痛が彼を本能的に杯へと歩み寄らせた。幸いにも戦国が必死に押さえつけたことで事態の暴走は免れた。ガープもようやくわずかな理性を取り戻した。彼を真に押し止めたのは戦国の力ではなく、彼が性重い職務であった。正義とは時に狂気じみるほど公正なものである。戦後、ガープは風車村に戻り、泣き叫ぶダダンに地面に殴り倒された。現場にいながら見殺しにし、家族よりも任務を優先したと罵られた。ガープは一言も発さず、全てを黙って受け入れた。しかし、すぐそばにいながら家族を救えなかったガープこそが、誰よりも苦しんでいたのではないだろうか。この男は英雄の名を背負いながらも、最も困難な道を選び、最後の瞬間まで己の正義と職務を貫き通したのである。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。